双子座さんの皆さん、こんにちは。今回はこれを見てくださっている双子座の皆さんに間もなく起きる急展開というテーマでカードリーディングをしていきます。今回はこちらのタロットとオラクルを利用してですね、ご自身でもまだお気づきになっていない部分まで深掘りしていきたいなと思うんですけれども、まずは現状の双子座さん、そしてこの度のテーマの双子座さんに間もなく起きる急展開というテーマ、そしてアドバイスという形で2枚ずつタロットを引かせていただいた後に、深掘りでね、アドバイスとか今回のテーマ、そしてキーワード、ラッキーカラーなどね、最後まで盛りだくさんで提供していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しく思います。それではスタートです。はい、まずですね、現状から見ていきますので、タロット2種類ね、1枚ずつ引かせていただいて同時に見ていきます。こちらとこちらです。はい、それではこちらから見ます。せーの。ワンドのページが出ています。そしてせーの。はい、ワンドのキングが出てますね。はい、今すごく皆さん心の状態結構楽観的で落ち着いてるなっていう風にね、聞いてくださってる方、ご自分の心どうかなっていう風に思った時に、そういうお気持ちが前面に出てるような、そういうメッセージなんですよね。なのでお心当たりある方はすごく充実してるなっていう日々お過ごしなんじゃないかなっていう風にまずは一つ思うんですね。で、視野がすごく広がっているワンドのページの部分から見ていくと、やっぱり今まで以上に自分が見ようとしているような視野、目標があったりしている方は、そういう目標に対して拡大してってるな、もうちょっとでなりそうだなっていうような手応え的なものが終わりだったりとか、ご自身の中で楽しい、ワクワクっていうような、そういった意識的にね、何か創造性であったりとか、これからどんな展開があるんだろうっていうようなお気持ちが広がっているっていう風な楽しい時間であったり、何かチャレンジっていう風にしている方は大変だなっていう風に思うような部分もある反面、すごくそういう大変さがやっぱりご自分の生活を充実感の中でね、過ごすような、そういう日々をお過ごしなのかなっていうところが一番強く感じるんですね。なのでご自身が楽だなっていう風に感じてる方は、ご自身だけじゃなくって結構周りにもそれが伝染していて、やっぱりこの人といると楽しいとか、この人といると落ち着くとか、そういう風に人から好まれるような何か波動を発信しているよっていうこともですね、こちらのワンドのページからすごく今感じています。なので周りからとても好感を持たれているような状態じゃないかなという風に思うんですよね。何か努力している努力する時って一心に何かをね、向かわせようというエネルギーになると大変っていうふうに思ってしまう時っていうのもありますよね。で、大変だなっていうふうに思う時って周りもちょっと声かけていいのかわからないなとか、大丈夫かなとか、そういうふうに不安っていうものをどんどん周りに波及してってしまうような波動があるんですけど、今この、双子座さんのメッセージを見ていると、やっぱりそういったその大変さよりもワクワク、楽しい、これからどうなっていくんだろうっていうような自分の中でのポジティブな波動がすごい前面に出ているので、周りもすっごい楽しくってみたいな感じでね、みんなあなたにちょっと惹かれているような、好きとか嫌いとかっていうことではなくて、魅力的に感じているような、そういうね、ご自身の中での
外見というかね、その皆さんに対しての魅力的な部分を発しているよっていうことがすごく前面に出ているメッセージです。で、お仕事とかそういったことに限らず、そのご自身がやっぱり何か趣味を見つけたりすることであったりとか、何かやってみたいんだよねっていうふうに思いながら何かをすることであったり、例えばテレビをつけてテレビを見ていた時に、これ作ってみたいと思うことってありませんか？なんか料理でもこの料理なんか美味しそうっていうのでご自身がワクワクしながら作って、例えば家族にそれを出した時に、あれなんか今までと違う料理で美味しいとかね、そういうことも一つワクワクの波動の波及っていうのかな、そういうふうにご自分の中でのね拡大、意識の拡大ってことにもつながっていて、いろんな仕事とか対人関係、恋愛においてもそうだと思いますけれども、ご家族との関係性、いろんなシチュエーションの中でご自分のそういう小さなワクワクがみんなにねその波及していて、すごく周りも居心地がいい状態っていうことを伝えてきてくれてます。で、ワンドのキングですよ。で、そこからのワンドのキングですから、いろんな意味でご自身のそういうワクワク感、楽しいっていうのが少しずつ何か形になってきてるよっていうことを伝えてきてくれてます。今までは何かやってみよう、ポンっていう風にやることだったのが、そのポンってやったことが少しずつワン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 っていう風に意識が拡大していきながら、その何か意識がガチッとね固まって現実化してきているようなことっていうのがね終わりになるっていうことですね。なのでお仕事で言うとリーダー的な存在に今なってるよっていう方もいらっしゃるんでしょうし、あとは何か周りがねご自身を何か引き立てて中心的なね、そのリーダー的なっていうのもありますけれども、何か中心的な存在になっているっていうことだとか、あとはご自身が努力してきたこと、何か楽しいな、ワクワクするなっていうことに対して年上の方、どちらかというと年上の方であったり、年下でもすごくしっかりしてるなっていうふうに見られているような方であったり、お仕事でいうと年下なんだけどリーダーっていうような形でね役職がついている方とか、そういうふうな意味合いに取れるのですけれども、そういう人たちから思いがけないご自身に声かけがあったりとか、ご自身にとって思いがけない利益だなっていうふうに思うようなことがここ最近であったり現状として終わりだったよっていうことですね。なのでお人によっては昇進されている方もいらっしゃるでしょうし、お仕事されてないよっていう方はですね、そういうふうに何か一つご自身の中でワクワクしていたことが周りにもね喜ばれて、さらにねそれがご自身の中で楽しみ、趣味になって、それが副業になってみたいな形で何か形になってきてるなっていうふうに実感することっていうのが、少なくっても大きくっても終わりになるっていうことですね。そういうことを伝えてきてくれてるので、何かねいろんな膨らみを感じるメッセージです。なのでここからね間もなく起きる急展開っていうのがどういう形になっていくかをちょっと見ていきたいなと思うんですけれど、見てくださってる方の中で恋愛をねちょっと気になるなって方もいると思うんですけど、恋愛で言うとやっぱりねご自身のこの天真爛漫さですよね。この天真爛漫さがすごくね周りから共感を得られたりとか、すごく可愛いなっていう風に見てもらえるようなことっていうのが若干終わりだったことがあったかもしれないですね。その中でちょっと年上の方であったり、先ほどから言ってるちょっとしっかりした年下の方、自分よりも年下なんだけどすごく自分よりしっかりしてるなっていう風に感じるような方との出会いがあって、すごいいい状況、いい何か関係性を保ってたりとか、そこからね何かお付き合いに発展してる方っていうのも見え隠れしてるかなっていうメッセージですね。いろんなシチュエーション、すごいねポジティブに何か意識が拡大しているようなメッセージにどちらにしてもなってます。で、ここからちょっとね間もなく起きる急展開見ていきたいと思います。はい、まずこちらです。今ねちょっと見えちゃいましたけどね。はい、もう1枚はこちらです。はい、すごい2枚出てきたので教えてくれてます。ジャンプしてね力強く教えてくれてます。じゃあこちらからねまず見ていきたいと思います。せーの。はい、出ました。運命の車輪です。ついにやってきますね。じゃあ何がやってくるんだろう。せーの。はい、おー、すごい。
はい、出ましたよ皆さんって感じですけどね。はい、まずですね、こちらの力のカード、そして、こちらのカップの2番が出ています。はい、間もなく起きる急展開としては、いよいよいろいろなことが動き出すよっていうことをまずはね伝えてきてくれてます。で、それはご自身がもう力任せに何かをしようっていうのではなくって、自然にご自身の目の前に、必然的に起こりうることっていう風に伝えてきてくれてるんですね。なのでご自身の中で何かをしなくちゃいけないっていうようなお気持ちはまず手放しておく必要がここであります。で、このね力のカードがすごく力強く今感じるんですね。力っていうとグラウンディングでしっかりと地に根付いてね、揺れ動かないご自身の意志をしっかりと貫くっていうようなメッセージ性今すごい感じるんですけれども、やっぱりね何かご自身がやっぱりそこのご自身の目の前に必然的に起こりうる出来事に対して試練だな、自分の中でちょっと大変だなとか試練だなっていう風に、これ乗り越えたらやっぱり自分が一つねステップアップできるなっていうような手応え的なお気持ちを直感的に感じるようなことですよっていう風に伝えてきてくれてるんですね。で、自分のやっぱり魅力的な部分であったりとか、やっぱり長所とか短所とかってありますけれど、得意不得意とかね、そういう長所が生かされるようなことであったり、ご自身の中で得意にしていたこと、今まで何か得意分野でやってきたようなことに対してさらなるステップアップがこれからやってくる部分っていうのがありそうですね。で、それにはやっぱりね努力とかご自身の中でちょっと努力が必要な部分っていうのも若干出てくるかなというふうにも感じます。で、ご自身の中でやっぱりね今優しさがすごく溢れるようなタイミングみたいなんですよね。この力のカードですから、強いってことはやっぱりね優しさとイコールな部分っていうのもあって、やっぱりねご自身の中で愛であったり優しさっていうのが溢れてくるタイミングでもありますよっていうことなので、人を何か助けるようなことであったりとか、必然的に助けるようなことであったりとか、そういう急展開の方もいらっしゃるかなと思うんですけれど、そういうふうに何かお人に対して急に助けなきゃいけなくなるようなことが起こる。例えば仕事であったり対人関係、何かグループ的にやっていることで組になってやらなきゃいけなくなっちゃったようなことがあったりとか、ご自身がその人よりもちょっとね能力的に優れてるというか、ちょっと能力的に高くって、ちょっと助けないとな、サポートしないとなっていうふうに思ってるような関係性のそのお付き合いがねちょっとあるようなことも急展開で起こる可能性もありますよね。そういうことから何かご自身が意気投合したりとか、同性であれば意気投合してそこから関係性が広がっていくようなことが終わりだったりとか、異性であればちょっとこの人のことが気になるなっていうようなお気持ちが湧いてくる。なんか気も合うし、すごくこの人と一緒にいたいなって思うようなそういう出会いがあったりする。それはご自身の中でのその優しさがあふれて、ご自分が別にしようと思ってするのではなく、必然的に何かサポートをしなくてはいけないなって思うようなことが起こった中で起こりうることっていう風にね、なんかストーリー展開としてはそういう感じを今直感的に感じてます。それもご自身の中でやらなきゃいけないんじゃなくって、やっぱり必然的に起こってくることだから、やってあげたいっていう気持ちの方がやっぱり強いのかなと。やらなきゃいけないっていう時はまだこういうタイミングではなくって、やってあげたいな、なんか自分の方がちょっと分かってるからちょっと教えてあげたい、ちょっとサポートしてあげようかなっていう時に、何かご自身の中にハートフルなそういう現実が起こってくるようなことを伝えてきてくれてます。すごくね、双子座さん、これからが何か人との関係性、コミュニケーションにおいても広がっていくような部分をね伝えてきてくれてます。で、人によっては今ね事業を始めようって方も聞いてくださってる方の中にいると思うんですけれど、何かご自身の中で自立心をしっかり持ってね、揺るぎない心で進めていった時に、共同創造じゃないんですけれど、やっぱり助けてくれるような方っていうのが急に出てきたり、出資してくれるような方が出てきたりとか、そういう急展開もなんかあるのかなっていう含みを感じます。
でどちらにしてもご自身の中でのこうスタートを切る部分ですよね。何か新たなスタートを切る部分からのこう意識が拡大して、そして横とのつながりがこう広がっていくようなタイミングですよっていうことをですね伝えてくれてます。でお人によってはなんかこう趣味があって、その趣味がやっぱりこう仲間がどんどんそこに同性、これはねもし趣味の方っていうのは同性が多いかなと思うんですけど、同性のそういうなんかこう集まり、じゃあこれ私好きだからみんなでなんか会みたいの開きませんかみたいので、ちょっとねこう区民館とかあるじゃないですか。区民館、市民館とか、そういうところでご自身がもう教えるような立場になったりとか、そういう同じような趣味を持つ人と共同でねそういうサークル的なことやりませんかっていうので区民館とかを借りてねやるようなことにつながっていったりとか、何がご自身にとってこれからのこう拡大していく部分っていうのはね、それぞれによってケースバイケース終わりになるかと思うんですけれど、どちらにしても何かこう対人関係が広がりつつ、そしてご自分だけではなくてね、周りも巻き込みながらどんどん拡大していくよっていうことが、この今回の間もなく起きる急展開なのかなというふうに思います。でこういうふうに何かこう急展開で意識が拡大したりとか、人がねこう交わっていくような時って結構注意が必要だったりするので、そういった部分をアドバイスで見ていきたいなと思いますので、まずはタロットと、あとは今回のその急展開に対するテーマ、キーワードも同時に見ていきます。まずねこちらアドバイスですね。こちらです。であと今回のテーマも見ていきたいと思います。こちらです。そして、テーマと、付随してね大切なのがキーワード、そしてもしね直感的に感じたらここからラッキーカードなどですね見ていきますね。はい、まずですねアドバイス見ていきたいと思います。せーの、カップの10番、そしてせーの、はい、ペンタクルの7番が出ています。はい、まずですねこのアドバイス的なところを言うと、ペンタクルの7番が出てるので、やっぱりね自己肯定感であったりとか、ご自分をしっかりと受け入れるっていうことを直感的に今すごい感じています。でどういうことかっていうと、やっぱりこういうことが来ますよとかっていうふうに言うと、みんないつ来るのかなっていうふうなお気持ちってどうしても思いますよね。でいつ来るの、来ないじゃんっていう風に自分の中で意味付けをしてしまうと本当に来ないんですよね。でその意味付けをいつ来るのかな、来たらどんなことが起こるんだろうっていう風なイメージに変えて、そのイメージしたものに対して、じゃあ自分はなったらどういう気持ちになる、ワクワクしますよねっていうワクワクの波動で毎日を過ごすっていうことがですね、早くそういった時期を舞い込ませることであったりとか、ご自分の中で現実化ですよね、現実、ガチッと現実になるようなことに近づいていきやすい部分がありますから、自己否定だけはナンセンスですよっていうことがですね、この7番、ペンタクルの7番からのメッセージです。でじっくりと待つというようなことであったり、待つべくして待ってるんだっていうようなお気持ちでいるとスッと入ってくるっていうのがカップの10番ですね。やっぱりこう待望感であったりとか、叶ってるよとか平和とか、そういった意味合いありますけど、一番ここから感じるのは思いやりの部分っていうことを伝えてきてくれてます。で先ほどの、力の部分とつながるのかなと思うんですけど、ご自分がやりたい、ね、やってあげたい、
やらなきゃいけないじゃなくて、やってあげたいなっていう風なお気持ちにも持った時に、いろんな関係性に発展性が増えてくるよっていうようなね、意味合いのメッセージだったと思うんですけれども、やっぱりね、ここからも同じようなアドバイスで、ご自身の中でのその愛であったり思いやりっていうのが、ご自身の中でのそのいろんなこれからの横とのつながりの関係性において重要なポイントになってくるよっていうことなので、常日頃気をつけておくポイントとしては、やっぱりそのご自身の中でお気持ちに少し余裕を持っておくこと、それが必要になってくるっていうことを伝えてきてくれてます。で、余裕を持つってことは、ちょっといつもより早めのペースっていうのがね、一つお伝えできる部分としてあって、7時に起きている方は6時半に起きてみようかなとかで、30分その空くわけじゃないですか。その空いた時間をご自分のそのゆったりとした時間に過ごす。例えばちょっと気になってる勉強があったりとか、気になってる何かがあった時に本を読んだりとか、コーヒーをね飲みながらちょっと本を読んだりとか、ネットで調べ物をしてから会社に行くとか、何か行動をするとか、そういうふうにですね、ご自身の中でのサイクルをちょっといつもよりも早めにしておくと、ご自身の中にお気持ちの余裕が出て、いきなりそういう何かいいことが舞い込んだり、何かをしてあげたいなっていうふうに思う時に、これまだ残ってるんだよねっていうことがないことが、ご自身にとって隙間が空きますからね、できるポイントになってくるわけですよね。その何か人に対してできるなっていう風な余裕を持つことで、ここにね、いろんなご自身の中のワクワク感がさらに入り込んできますから、ぜひご自身がちょっと余裕を持つこと、そして何か受け取る時、お気持ちを受け取る時に来ないじゃんとか、待ってるんだけど全然ないんだよねっていうような否定的なお気持ちではなくって、やっぱりポジティブ的に待つべくして待っているっていうようなね、気持ちのフォーカスの先を整えておくことも少し必要なポイントになってくるのと、ご自分のお気持ちが揺らがない、すごいね大切なポイントになるかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いといてねいただけるといいかなというふうに思います。そしていよいよテーマです。今回の間もなく起きる急展開のテーマ、せーの、はい、こちらです。正義のカードでした。そして、キーワードですね。せーの、はい、はい、こちらのご自身の夢をねしっかりと守っていくっていうことですね。はい、私ねこれとこれちょっと2つ見た時に、やっぱりね過去性の部分をすごく思うんですよね。で、過去性から持ち越していること、もう本当にこのね剣がまずは一つのテーマになっている。ご自身が周りに対して左右をされることなくしっかりと貫きたい、今回はもう本当にとことんやり通したいみたいな、そういう意志の強さみたいなものを持っていることがテーマの一つになっているようなんですね。で、双子座さんってすごくご自身のその何かやろうとしていることに対して、周りに対してそんなに振り回されずに一心に集中できるような部分っていうのがおありな方が多いような特徴をねすごい感じてたんですよね。で、やっぱりそういう風に意志の強さをしっかり持ってご自身が今回しっかりテーマを持ってですね、こういうことをしていきたかったんだっていうことが明確になるようなことっていうのが起こりうる急展開としては起こりうることが今ね間もなくやってきそうですね。なので人によっては何か物事が必然的に起こった時に感動して涙が出るっていうまではいかなかったとしても、ちょっと感極まってね、ご自身の中で感動が広がる、胸がちょっと熱くなるようなことの体験があったりとか、本当にわからないんだけどその人を見た時にご自身がすっごい懐かしいっていうような出会いがあったり、ここのカップの2番ですよね。何かご自身が努力をしっかりして自分自身に集中してねお過ごしになったタイミングで、何か本当に過去性から出会いたかったっていうようなね、姿形は違うんですよ。なんですけどエネルギー的な部分でやっぱり会いたかったっていうような気持ちが湧き上がってくるような、そういう出会いっていうのが間もなく起きそうですね。なのでしっかりご自身の中でそういう今まで決めてきたこと、過去性から持ち越しているそういうご自身がやりたかった、絶対今世で生まれ変わった時にはこういう風に生きたかったっていうようなお気持ちをしっかり守るために、ご自身が
やっぱりねご自分に集中するっていうね、双子座さん集中するの上手なので多分おできになると思うのですけれど、やっぱり今回のタイミングはすごい本気度を感じます。なのでチャンスをしっかりご自身のものにするっていうことが一番大切な部分になってくるかなっていうふうに思います。で、キーワードはこれ緑に囲まれているのですけれど、私この女性のドレスが今すごい気になるんですね。こちらよりもこちらの方が気になってるんです。で、やっぱりラッキーカラーとしては紫色であったりとか、ちょっとパープル系であったりとか、薄いピンクが男性であっても女性であってもラッキーカラーというふうに思っていただけるといいかなというふうに思います。で、ちょっとね眠る時、何かご自身が眠る時にそういう色を意識するといいのかなっていうのを思うんですね。で、ピンク、寝る時にねやっぱピンク、女性も男性もちょっと薄いピンク意識していただけるとね、すごいぐっすり落ち着いたりとか、夢で何かお知らせ的に教えてもらえるようなことが終わりになったりとか、眠った時にすごい疲れたんだけどちょっと急展開起きそうなので疲れることもあるかもしれないんですけれど、そういうふうにご自身が眠る時にねしっかり色で整えるっていうこともできますから、そういう色を意識しながら、休むっていうことでぐっすり眠れて、お体もね整っていくようなことがあったりとかっていうことにねつながるのかなっていうのもこちらから感じるので、ぜひねご自身の中でしっかり整えながら、ご自分が今までなりたかったことに対して意志を貫いていくっていうことが今回のテーマなんだっていうこと、起きたことに対してはしっかりと自己肯定感を持って受け取っていく、まだ来ないじゃんじゃなくって、待つべくして待ってるんだっていうようなね、そういう風にとにかくねご自身の中で決める、もう本当に決めてしまうと最終的な勝利はやってくるし、最終的なご自身が求めている連絡であったりとか、そういうサインがねやってくる部分っていうのがありますから、ぜひねご自分のタイミングをしっかりとご自分でバランスを取りながらね待つべくして待っていただけると、何かご自身の中でうわーっていうような感動体験っていうのが待ってるかなっていうふうに思いますので、ぜひご参考にしながら楽しくお過ごしいただきたいなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。双子座さんのリーディングは以上になりました。少しでも共感していただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もいただけると大変嬉しく思います。それから皆さん、いつもコメントの方も本当にありがとうございます。これからも拝見させていただきます。ぜひ書いていただけると嬉しく思います。それではですね、ただでさえ嬉しい発展であったりとか、ご自身の感動体験というのが待ってそうなリーディングとなりましたが、こちらのリーディングによって最善最高の日々となっていきますように、いつもここから応援しています。それではまたお会いいたします。ありがとうございました。